池島選手は15歳から本格的にレースに取り組み始め、 FIA、F4 選手権やフォーミュラリージョナルジャパニーズチャンピオンシップなどにスポット参戦してきました。2024年には京ジオカップスポット参戦し、第4戦では予選7番グリッドを獲得するなど確かな実力を示しました。彼女はもともと TGM グランプリの運営サイドで働いていましたが、チームのメカニックがサポートする形で参戦が決定しました。彼女はシリーズを通してレベルアップできるよう毎戦自分自身に挑みたいと語っており、京ジオカップでの活躍が期待されています。池島選手の強みは自己分析と研究を重ねて改善する姿勢です。広報としてチームを支えながらレーサーとしても結果を残すことで彼女ならではのキャリアを築いています。岩岡選手は2016年から本格的にレース活動を開始し、ロードスター、パーティレースやスーパー耐久シリーズなどに参戦してきました。特にフェラーリ、コッパ、コンペティションで優勝するなど速さと安定感を兼ね備えたドライバーとして評価されています。彼女は女性レーサーとしての可能性を広げるために京ジオカップで参戦しました。もともとは男子に勝ちたいという気持ちが強かったものの、女性ドライバーのレベルが年々向上していることを実感し、女子の中で勝てなければ男子にも勝てないと考えを改めたそうです。岩岡選手の強みは冷静な判断力とアグレッシブな走りです。体操で培った身体能力を生かし、繊細なコントロールと大胆な攻めのバランスを取ることができます。またレース中のプレッシャーにも強く、最後まで諦めない姿勢が彼女の魅力です。尾長美希選手は沖縄県出身のレーシングドライバーで2025年のキッズコムチーム KCMG から参戦しています。彼女は幼少期からレースに親しみ、経験豊富なドライバーです。尾長選手は実家が沖縄県内唯一のサーキット場を経営していたことから幼少期からカートに親しんでいました。2017年には全日本カート選手権に参戦し、神戸戦で2位を獲得。その後ダンロップネクストカップやメッツカップビッグレースなどを経て2019年に京ジオカップへデビューしました。2020年にはシリーズ最多優勝を記録し、総合2位に輝くなどトップレベルの実力を証明。2022年には京ジオカップシリーズチャンピオンに輝き、名実ともにトップドライバーの一人となりました。彼女は KCMG との縁があり、2025年も同チームから参戦を決定。トップレベルのチームで走れることに誇りを感じていると語り、シリーズタイトル奪還を目指しています。金本綺麗選手は大阪府出身のレーシングドライバーで2025年の京ジオカップに参戦しています。彼女は幼少期からカートに親しみ、経験豊富なドライバーです。金本選手は4歳からカートを始め、全日本ジュニアカート選手権や SL 全国大会レディースクラスで活躍してきました。2016年には全国カートミーティングで優勝し、全日本カート選手権 FS125X30 ではシリーズランキング3位を獲得するなど確かな実力を示しています。彼女はレーサーを目指していた兄の意思を継ぎ、レースの世界に飛び込みました。京ジオカップにはオーディションを通じて参戦が決まり、女性レーサーの活躍を広めたいという強い意志を持っています。金本選手の強みはアグレッシブな走りと冷静な判断力です。カート時代から培ったスピード感を生かし、接戦の中でも安定した走りを見せることができます。2024年のエキシビションレースでは尾長美希選手や富下理央奈選手との激しいバトルを繰り広げ、初日にトップチェッカーを獲得するなど観客を沸かせました。ケルシー・ピンコウスキー選手はアメリカ・ニューヨーク州バッファロー出身のレーシングドライバーで2025年の京ジオカップに参戦しています。彼女は大学でテクノロジーとマネジメントを学びながらレーシングキャリアを積んでいる注目の若手ドライバーです。ケルシー選手は17歳でオープンホイールのフォーミュラカーを初めて運転し、その才能に気づいたことがきっかけでレーシングの世界にのめり込みました。アメリカ国内のレースで経験を積み、2025年から京ジオカップに挑戦しています。彼女はコーチから日本には女性だけのフォーミュラレースがあると紹介され、興味を持ったことがきっかけで参戦を決めました。日本はいつか行ってみたい国だったのでぜひチャレンジしたいと語っており、異文化の中での挑戦を楽しんでいます。ケルシー選手の強みは明るくポジティブな性格と冷静な判断力です。彼女は新しいことを考えるのが好きで、ユニークなアイデアを提案できるのが自分らしさと語っており、レース戦略にもその想像力を生かしています。佐々木蘭美選手は東京都出身のレーシングドライバーで2025年の京ジオカップに参戦しています。
彼女はもともとバレーボールの選手として活躍していましたが、モータースポーツへの情熱を捨てきれずレーシングの道へ進みました。佐々木選手は中学2年生からカートを始め、高校卒業後に競技用カップのオーディションを受けて合格。2023年から LHG レーシング WithYLT に所属し、プロレーサーとしてのキャリアをスタートしました。2024年の第1戦では予選6位、決勝5位とシングルフィニッシュを達成し、着実に成長を遂げています。彼女は幼少期から車が好きで、家族と厩舎のレースを見に行っていました。憧れのレーサーが何度も優勝する姿を見て、自分もその舞台に立ちたいと決意。カートショップの社長の紹介で競技用カップに挑戦し、スキルアップと目標達成のために参戦を決めました。佐々木選手の強みは、冷静な判断力とアグレッシブな走りです。バレーボールで培ったフィジカルとメンタルの強さを生かし、プレッシャーの中でも安定した走りを見せることができます。佐藤心選手は兵庫県出身のレーシングドライバーで2025年の競技用カップに参戦しています。彼女は現役高校生でありながらフォーミュラレースに挑戦する最年少ドライバーとして注目されています。佐藤選手は4歳の頃にカートを始め、JAF ジュニアカート選手権 FPジュニアクラスで史上初の女性ドライバー優勝を飾るなど、幼少期から才能を発揮してきました。2023年には限定 A ライセンスを取得し、競技用カップへの挑戦を決意しました。2024年シーズンはビータでの参戦に苦戦しましたが、2025年からフォーミュラカーが導入されることを知り、フォーミュラで1回走ってみないという関谷正則さんの言葉をきっかけに新たな挑戦を決めました。彼女はフォーミュラでの初年度、どの選手も一からじゃないですか、チャンスやと思って開幕戦から優勝を目指して頑張りますと語り、シリーズタイトル獲得を目標に掲げています。佐藤選手の強みは冷静な判断力と積極的な攻めです。2024年のレースではセーフティカー導入時の判断ミスでペナルティを受ける場面もありましたが、今後二度と同じことを起こさないように気をつけますと語り、改善への意欲を見せています。斉藤愛美選手は神奈川県出身のレーシングドライバーで2025年の競技用カップに参戦しています。彼女は分析力と他のドライバーの走りをコピーする能力を強みとし、戦略的なレース運びが特徴です。斉藤選手は5歳の時に母に連れられて訪れた中井インターサーキットでキッズカートを体験したことがきっかけでレースを始めました。その後レーシングカートで経験を積み、全日本カート選手権の最高峰 OK クラスに参戦し、女性史上最高位の9位を獲得するなど確かな実力を示しました。2020年から競技用カップに参戦し、2022年2023年にはシリーズランキング3位を獲得。2024年シーズンでは第2戦第3戦第4戦を制し3連勝を達成するなどトップ争いの常連選手となっています。2025年シーズンからフォーミュラカーが導入されたことで、また挑戦者として一から追う側の立場で頑張りたいと語り、さらなる成長を目指しています。斉藤選手の強みは分析力と他のドライバーの走りをコピーする能力です。バトルの際には頭を使い、冷静な判断でポジションを上げることが得意。また単独走行時には速いラップを刻むことができるため、予選での強さも際立っています。白石いつも選手は神戸市出身のレーシングドライバーで2025年の競技用カップに参戦しています。彼女は大学でデザイン系の学科に通いながらフォーミュラレースに挑戦する注目の若手ドライバーです。白石選手は11歳からカートを始め、2023年のロタックスマックスフェスティバルシニアマックスクラスで2位を獲得するなど、ジュニア時代から実力を発揮してきました。2024年には全日本カート選手権 EV 部門で女性ドライバー最上位となり、ダンロップ賞を受賞するなど男女混戦の中でも競い合える実力を証明しました。2024年の競技用カップでは第5戦からスポット参戦し、最終戦では6番手争いのバトルを制してシングルフィニッシュを達成。レース経験が豊富な三浦愛監督の指導を受けながら着実にステップアップしています。彼女はレースでは最後まで諦めない姿勢を大切にしていると語り、フォーミュラマシンでの挑戦を楽しんでいます。大学ではデザインを学びながらレーシングスーツにはオールウェイズとネームプリントを入れるなど個性を大切にした活動を続けています。白石選手の強みは冷静な判断力と粘り強い走りです。カート時代から培ったレース経験を生かし、プレッシャーの中でも安定した走りを見せることができます。2025年シーズンではフォーミュラマシンでの適用を進め、さらなる成長を目指しています。
下野理央選手は大阪府出身のレーシングドライバーで2025年の京ジオカップにドクタードライ、ウィズ、チームインパルから参戦しています。彼女は長年のレース経験を持ち、フォーミュラレースでも活躍する実力派ドライバーです。下野選手は小学5年生の時に車好きの父に連れられてレンタルカートを体験したことがきっかけでレースを始めました。その後フェスティカサーキット水波の KZ クラスでチャンピオンを獲得し、スーパー FJ や TCRJ などのカテゴリーで活躍してきました。2021年には京ジオカップシリーズランキング3位を獲得し、2022年から FIA、F4 にも参戦。2025年シーズンの京ジオカップでは開幕戦で2連勝を飾るなど圧倒的な速さを見せています。彼女はリータ時代は追う立場だったが、これからは追われる立場、しんどいが逃げ続けたいと語り、シリーズチャンピオンを目指しています。下野選手の強みは速さと安定感です。特にウェットコンディションでの走りが得意で、開幕戦ではコースレコードを記録し、ポールポジションを獲得しました。またレース中のプレッシャーにも強く、冷静な判断力を持っています。ジャオ・ユンチェン選手は中国出身のレーシングドライバーで2025年の京ジオカップに参戦しています。彼女は幼少期からカートレースに親しみ、国際的な舞台での活躍を目指している注目の若手ドライバーです。ジャオ選手は11歳の頃にレースを始め、12歳からカートレースに本格的に参戦しています。日本のカートレースにも挑戦しており、国際的な経験を積みながら成長を続けています。彼女は子供の頃から日本に旅行で訪れる機会が多く、日本のレース文化に興味を持っていました。昨年から日本のカートレースに参戦し、さらにステップアップするために京ジオカップへの挑戦を決めました。昨日の自分より今日の自分がレベルアップすることを目指しますと語り、成長への意欲を見せています。ジャオ選手の強みは物事をとことん掘り下げて考える力です。レース戦略を緻密に分析し、冷静な判断でポジションを上げることが得意。また国際的な環境での経験を生かし、語学力も向上させながらレースに挑んでいます。天谷玲奈選手は福井県出身のレーシングドライバーで2025年の京ジオカップに参戦しています。彼女は幼少期から F1 に憧れ、フォーミュラレースへの挑戦を決意した情熱的なドライバーです。天谷選手は幼少期から F1 が好きで、必ずフォーミュラでレースをしようと決意していました。関谷正則さんから代役参戦の電話を受けたことがきっかけで京ジオカップに挑戦し、シリーズを通して成長を続けています。彼女は今の自分にできる最大限の走りをお見せできるように集中して頑張りますと語り、レースへの強い意志を持っています。天谷選手の強みは諦めの悪さです。どんな状況でも最後まで粘り強く戦い、レース中の集中力を維持することができます。富下里央奈選手は千葉県白井市出身のレーシングドライバーで2025年の京ジオカップに参戦しています。彼女は幼少期からカートレースに親しみ、経験豊富なドライバーです。富下選手は小学5年生でレースデビューし、デビューから1年でコマ60と KT100 クラスでダブル初優勝を達成しました。その後全日本カート選手権 FT3 クラスに参戦し、2022年シーズンにはシリーズランキング2位を獲得するなど確かな実力を示しています。2023年から京ジオカップに本格参戦し、開幕戦でポールポジションを獲得するなど速さを証明しました。2025年は京ジオカップとスーパー耐久に参戦し、さらなるステップアップを目指しています。彼女は速くなりたいという思いは人一倍強いと語り、京ジオカップでの成長を目指しています。2025年シーズンではシリーズチャンピオンを目標に掲げ、さらなる飛躍を誓っています。富下選手の強みはスピードと安定感です。カート時代から培ったレース経験を生かし、プレッシャーの中でも冷静な判断力を発揮できます。2025年シーズンではフォーミュラマシンでの適用を進め、さらなる成長を目指しています。永井歩夢選手は東京都出身のレーシングドライバーで2025年の京ジオカップに参戦しています。彼女はもともとモトクロス競技でプロを目指していましたが、4輪レースへ転向し、着実にステップアップを続けています。永井選手は7歳からモトクロス競技を始め、高校1年生の時に全日本選手権レディースクラスで3位入賞を果たしました。その後4輪レースへ転向し、2020年には全日本ラリー選手権 JN6 クラスでシリーズ5位を獲得。2021年から京ジオカップに挑戦し、2023年
2024年には表彰台を獲得するなど着実に成長を続けています。彼女は京ジオカップに参戦して5年目なのですが、まだ一度も勝てていないので今年こそ優勝を目指しますと語り、シリーズタイトル獲得を目標に掲げています。永井選手の強みはスポーツ全般に対する適応力です。モトクロスで培ったフィジカルとメンタルの強さを生かし、レース中のプレッシャーにも動じない安定した走りを見せています。バートン・ハナ選手はアメリカ・カリフォルニア州出身のレーシングドライバーで2025年の京ジオカップに参戦しています。彼女は車コンテンツクリエイターとしても活動しており、 SNS では40万人以上のフォロワーを持つ人気インフルエンサーです。バートン選手はアメリカのチューニング会社で働いていた際にデモカーでサーキットを走る機会を得たことがきっかけでレーシングドライバーを目指しました。その後、日本のモータースポーツ文化に魅力を感じ、京ジオカップへの参戦を決意しました。2022年にはヤリスカップ東日本シリーズに参戦し、ルーキー賞とグッドイヤー賞をダブル受賞。その後、京ジオカップのオーディションを受け、関谷正則氏のスカウトを受けて参戦が決まりました。彼女は日本で唯一の女性だけのレースに参加し、バトルを含めてレースそのものを学び、技術を高めたいと語っています。また、日本のモータースポーツを世界に発信することを目標にしており、日米の架け橋となることを目指しています。花選手の強みは努力を惜しまない姿勢です。みんなより10倍頑張ったらみんなより成績が出せると信じて頑張りますと語り、日々スキルアップに励んでいます。細川唯香選手は東京都出身のレーシングドライバーで2025年の京ジオカップに参戦しています。彼女は3児の母でありながらレース活動を続けるまさにパワフルな存在です。細川選手は2018年から京ジオカップに参戦しており、レース活動を続けながら家族を支えるレーサーファミリーの一員です。彼女はもともと水泳選手としてオリンピックを目指していましたが、ドクターストップにより競技を離れ、その後モータースポーツの世界へ進みました。2021年には京ジオカップの第1戦で予選9位、決勝12位を記録し、第4戦では予選10位、決勝8位と着実に結果を残しています。彼女は結婚や出産後でもレースができることを広めたいという思いから京ジオカップへの参戦を決めました。また、家族全員でレースを支えるスタイルを確立し、夫や子供たちと共にモータースポーツの魅力を発信しています。細川選手の強みはストイックな姿勢です。一時京ジオカップから離れていたものの、やっぱり自分にはストイックなところが残っているんだと実感しましたと語り、レースへの情熱を持ち続けています。ボリドマーヤ選手は神奈川県出身のレーシングドライバーで2025年の京ジオカップに TGM グランプリから参戦しています。彼女はレーシングドライバーとしてだけでなく SNS 活動を通じてモータースポーツの魅力を発信するインフルエンサーとしても活躍しています。ボリド選手は父であるレーシングドライバー折戸学さんの影響を受け、モータースポーツの世界に足を踏み入れました。2021年に TGR ヤリスカップでレースデビューし、翌年から京ジオカップに本格参戦。2023年にはコシドレーシングからシリーズ参戦し、着実に経験を積んできました。彼女は TGM グランプリさんで乗らせていただけることになり、すごく光栄ですしありがたいですと語り、チームの一員として挑戦することに誇りを持っています。折戸選手の強みは挑戦する心と相手を思いやる姿勢です。今は練習を重ねてマイレージを稼ぎ、しっかりバトルできるよう準備していきたいと語り、フォーミュラマシンでの適用を進めています。フレームアイリッカラ選手はフィンランド出身のレーシングドライバーで2025年の京ジオカップに参戦しています。彼女は WRC に出場していた祖父とイギリスでツーリングカーのサポートレースに参戦していた母の影響を受け、モータースポーツの世界に足を踏み入れました。フレーム選手は14歳でレースデビューし、2023年のフィエスタジュニアチャンピオンシップでは総合6位を獲得するなど、早くも才能を発揮しました。その後、フォーミュラウーマン2024やフォーミュラノルディックチャンピオンシップなど欧州のさまざまなカテゴリーに挑戦し、着実にステップアップしています。彼女は日本で女性レーサーだけのフォーミュラレースが始まると声をかけられたことがきっかけで京ジオカップへの参戦を決めました。初めての日本でのレースに挑戦することにエキサイトしており、目指すは優勝と意気込んでいます。フレーム選手の強みは成果にこだわる負けず嫌いな性格と困難にも強いタフさです。また SNS のフォロワーは約2万2000人以上と、モータースポーツの魅力を発信するインフルエンサーとしても活躍しています。
平川真子選手は広島県出身のレーシングドライバーで2025年の京ジオカップに参戦しています。彼女は父と兄がレーサーという環境で育ち、18歳からカートを始めたことでモータースポーツの世界に足を踏み入れました。平川選手は父平川明選手と兄平川亮選手の影響でカートを始めましたが、幼少期はレースに興味がなかったそうです。しかし18歳でカートを始めるとその楽しさに目覚め、地方選手権などで経験を積みました。その後ラリー競技にも挑戦し、2021年には全日本ラリー選手権 JN3 クラスに初参戦。2025年シーズンもラリーと京ジオカップの両方に挑戦しています。彼女はトヨタさん、ホンダさんにバックアップしていただけることになったので、ドライバーのみんなでもっと盛り上げていく年だと思っていますと語り、シリーズを通してレースを盛り上げることを目標にしています。平川選手の強みは冷静な判断力と勝負強さです。彼女の家族は平常心を大切にしており、一喜一憂せず冷静にレースへ取り組む姿勢が特徴です。スタービーリムナンタラク選手はタイ出身のレーシングドライバーで2025年の京ジオカップに参戦しています。彼女は父がレーシングドライバーだった影響で10歳からレースを始め、国際的な舞台で活躍することを目指しています。スタービー選手は10歳の時にカートを始め、12歳で日本のJAFジュニアカート選手権にスポット参戦。さらにイタリアやフランス、ドイツ、フィンランドなど欧州各国でレース経験を積み、2018年にはイアメ X30 チャレンジの世界大会にタイ代表として出場しました。彼女は京ジオカップについて全く知らなかったので、参加する話をいただいた時はとても驚きましたと語り、日本でのフォーミュラレースに挑戦することを決意しました。タイにはまだフォーミュラカーがないため、日本で練習を積みながら上位入賞を目指しています。スタービー選手の強みはチャレンジ精神です。彼女はシミュレーターやトレーニングを活用しながらハンデがある中でも上位を狙っていきたいと語り、努力を惜しまない姿勢を持っています。山本選手がレースの世界へ踏み出したのは富士スピードウェイでのロードスターカップ、そこからビータシリーズ、そして京ジオカップへと挑戦の幅を広げ、自分自身との戦いをテーマに粘り強いレーススタイルを確立してきました。彼女の挑戦の理由は明快です。少しずつ上手くなれたら自分のペースで着実にスキルを高めるその姿勢は京ジオカップの理念、全てのドライバーに挑戦の場をにも通じるものがあります。山本選手の走りは経験に裏打ちされた安定感と自己成長へのこだわりが光ります。華やかなパフォーマンスというよりも一周一周を丁寧に刻むような走りで見る者に静かな感動を与えてくれます。彼女は京ジオカップの中で選手、チーム、運営をつなぐ潤滑油のような存在でもあります。レースの外でも支え合う姿勢が多くのファンに愛される理由です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。